こんにちは、東京ベジライフです。今日はちょっとこれからミーティングがあるので珍しくジャケットを着ているんですけど、今日は内向型の私がアメリカで過ごした日々と社会人生活から学んだことをシェアしていきたいと思います。アメリカに限らずに海外とか日本でも、同じような悩みを抱えている方に参考になれば嬉しいです。私は15歳で単身アメリカ留学に行って、最初は学校の寮に住んでいたんですけど、やっぱアメリカではアジア人留学生っていうのは静かであんまり喋らないで、クラスでもあんまり発言しないし、その同じ国の人だったりとかアジア人同士で固まるっていうイメージがあります。で、私もその典型的なタイプでした。ただしそういう静かであんまり喋らないアジア人留学生っていうのはやっぱり英語が不自由っていうところがあって、それで英語がネイティブじゃない、自分の国の人だったり他のアジア人と一緒にいる方がやっぱり気が楽なので一緒にいるっていうところがあって、アジア人だからって言ってその内向型っていうわけではないんですね。なので英語が全然できなくてもアメリカ人とか、国籍に関わらずにすごい友達多い人とかもいましたし、私の場合は英語で意思の疎通とか普通にできたんですけど、とにかく人と喋るのが苦手で、特にたくさん人がいるところで喋るっていうのが苦手でした。それはアメリカ人の中でもアジア人の中でも同じで、数人とはすごく仲がいいんですけど、基本的に友達の数っていうのはすごく少なくて、でクラスの中で発言したことっていうのは多分一度もなかったと思います。アメリカでは2012年にスーザン・ケインさんっていう方の内向型人間の時代、社会を変える静かな人の力という本が出版されて、それがきっかけで内向型で静かな人でもポテンシャルがすごくあるっていうことが広く知られるようになりました。でも私が学生時代だったその当時っていうのはもちろん今もそういうところがあると思うんですけど、やっぱりアメリカでは自己主張をしてなんぼの世界なんですね。で、喋らない人だったり自分から積極的に人と交わらないようにする人っていうのはちょっとなんかおかしいっていうふうに思われます。それは日本だったら暗黙の了解とか空気を読むとかそういうことがあるんですけど、アメリカの場合は基本的にはっきり言わないと誰も理解してくれないんですね。なので何も喋らない人っていうのは、何も言わない人はその人が何を考えてるかみんなわからないので、すごい気持ち悪いっていうふうに思われるんです。で、何も言わないでいるとあなたの意見はどうなのなんて誰も聞いてくれないし、本当にもう存在しない人間になってしまうんですね。それで私は大学に行ってから自分が発言できない理由っていうのは自分の意見に自信がないからだっていうことを思って、それでそれからは人一倍勉強して、で他の人が気づかない論点だったりとか、他の人とはちょっと違ったアングルで物事を考えるようにして、それでクラスでも発言してちょっと失敗しちゃってももういいやっていうぐらいの覚悟でどんどん発言するようにしました。で、どんどん発言するようになるとクラスの他の人からもこいつはなんか面白いことを言うやつだなみたいな感じで一目置かれるようになって、それで自分の意見っていうのを初めて聞いてもらえることができました。その結果私の学部の複数の教授から気に入られることができて、で大学2年生の時にその年の、学部の最優秀生徒に選ばれて、で大学3年生からは大学院生向けのクラスに特別に参加することができました。学業の上ではそういうふうにちゃんと自分の意見を発言できるようになったんですけど、ソーシャルの面ではもう本当全く進歩がなくて、大学になるとソーシャルな場っていうのは大体パーティーなんですね。でパーティーっていうのはどういうものかっていうと、大体誰かの家が開放されて、みんな結構ランダムな人が誰々の誰々の知り合いとか、知り合いが集まってビールとか持ってきて、でビール飲みながら、その辺のソファーに座ったり立ちながらいろんな人とランダムに話をするっていうもので、私はそういういろんな人と喋るっていうのがすごい苦手だったので、苦手なので、そういうソーシャルなパーティーとかが本当に苦痛でしょうがなかったです。
それで家で一人でいることが多くて友達もすごく少なかったんですけど、大学院を卒業してで一旦アメリカで就職してでその後、日本に帰ってきて日本で社会人生活を始めた後もそのソーシャルな場でぎこちないっていうのは変わらなかったんですね。会社でも一緒にプロジェクトをする人とかは、仲良くなれるんですけどその他の人は挨拶をすることもできなくってで多分すっごい不愛想な人間だと思われてたんですけど、そういう中でソーシャルになれない自分っていうのにすごく劣等感を感じていて、なんか友達少なくても本当自分はダメ人間だっていうふうに思っていたんですね。そんな時に動画の最初の方でちょっとお話ししたスーザン・ケインさんの本を手に取ってそれで内向型な自分でもいいんだっていうことに気づきました。それまで私の内向的な性格っていうのをどうにかして克服しなきゃっていうふうに思っていたんですけど、パーティーに行ったりいろんな人と飲みに行ったりするよりも、家で一人でネットフリックス見てる方がいいやっていう自分が、それでいいんだと思って吹っ切れたら不思議と知らない人と話すっていうのも、あんまり大変じゃなくなってきました。あとは、私は人と話すのはすごい苦手なんですけどでも基本的に、自分と違う生き方をしていたり考え方をしている人のその話を聞くっていうのはすごい興味があるのでそういう聞き役に回りながら、ちょいちょいその人の話から自分が感じたこととかを会話に何て言うんですかね入れ込んでいくっていうそういうスタイルが自分にすごい合ってるなと思って、そういう自分に合ったスタイルを見つけられたっていうのも大きかったと思います。もちろん今も内向型なので一人でいたり旦那さんと2人だけでいることっていうのが多いんですけどでも自分が内向型な人間だっていうことを受け入れて開き直ることができたので、前みたいな劣等感っていうのもなくなりましたし逆に自分の強みを生かしていこうっていうふうに前向きになることができました。ということで今日は内向型の私がアメリカで過ごした日々と社会人生活から学んだことをシェアしました。今アメリカや海外に住んでいて自分を思うように理解してもらえないと思っている方だったり、日本でも私友達少ないんだけど大丈夫かなと思っている方だったりに参考になれば嬉しいです。それでは See you next time!